こんにちは、ノリスピロリンです。それではお待ちかね、今日は第2幕を紹介します。前回同様、私の妄想劇で見ていただけると嬉しいです。第2幕始まります。1992年、降りしきる雨の中、たくさんの傘が行き交っています。無音だろうか、誰かのお葬式が行われている。スパイ容疑をかけられている無音。彼と親しかったジョンハクは捜査官たちから拷問のような厳しい取り調べを受けている。思いを寄せていた彼女、そして親友だった無音に裏切られボロボロになっていくジョンハク。失意と虚しさの中、彼はチョンワレの警護員から軍部隊に左遷され、さらに自分を追い込んでいく。そんなジョンハクのもとをある男が訪ねる。それはチョンワネの料理長だ。彼は息子を亡くしつらかった自分の経験をジョンハクに話した。そしてチョンワネに戻るように彼を諭した。料理長の優しい愛情に触れたジョンハクは、流れる時間の中、傷ついた心を癒すことで再びチョンワネに復帰する。そして司書と結婚し、冷徹な厳しい警護部長へと変貌するのだった。なんとジョンハクはね、自分の取った行動への心の葛藤がねあるのでね、それをねここで描いているんだと思います。2012年、いなくなった花を探すジョンハクのもとに娘のスジが訪ねてくる。自分より花をかばうジョンハクを見て怒るスジだが、花がいなくなったことを聞いて驚く。でもスジは花の親友なので、何やら花の行方の見当がつくようなのです。一方、山を登る花と弟子くん、そして2人がいるところが20年前に発生した謎の爆発現場だということを知ります。花は土の中に埋もっていたガラス瓶から謎の音符の暗号を見つけて解読しだすんですね。だんだんなんかこう点と点が線に結ばれていきます。そして1992年、すっかり打ち解けた無音と彼女。これは失踪前のね、ジョンハクが水をもらいに行った間の出来事に戻っています。2人は音符暗号を作ってます。彼女はね、虫で大騒ぎして2人でこうね倒れ込んだところをジョンハクが見てしまい誤解してしまいます。無音は彼女とのことが嬉しくて、音符暗号のノートを見てこうニヤニヤしてるとね、同僚にからかわれるんですね。これはね YouTube でよく流れる屈強な男たちとコミカルにねノートを奪い合うシーン。この時にね流れる曲はいつもカーテンコールで流れる曲です。でもジョンハクだけは不機嫌、声が時ですからね。帰国する準備をしている彼女のもとを訪ねる無音。そして2人は窓辺でお互いの愛を確認するんですね。それを見つめるジョンハク、なんだか切ないですねそんな時、彼女が消されるっていう話を2人は聞いてしまいます。彼女を救うために走っていこうとする無音、警護員の立場を掲げるジョンハク。2人の心は対立します。もうここでね2人の運命がね大きく変わっていくんですよね。無音は迷わず彼女を救うために走る。一方、彼女を思いながらも上部の命令を受けるジョンハク。そして非常にも2人を探せという命令が下されます。追われて負傷する無音、そして震える彼女。逃げきれないと思った無音は彼女にここからは一人で行くようにってね言うんですね。でもかたくなに彼女はね行かないって言うんですけど、そんな彼女に無音はキスをして、最後まで守ってあげられなくてごめん、そう言ってね彼女をね一人で行かせるんですね。無音一人残ったね無音はシャツを破ってジョンハクへ送る最後の手紙を書くんですね。
そして彼女とジョンハクのことを思いながらチャットしてしまう。そして2012年、花とテシコを見つけたジョンハク。暗号を解いた花がジョンハクにムヨンからの手紙を手渡します。そこにはそんなに深く考えないでと書かれています。ムヨンがいつも親友のジョンハクに言っていた言葉、そこにムヨンの幻影が現れます。見つけてあげるのにこんなに時間がかかってしまってすまないと謝るジョンハク。20年の時を超えて語り合う2人。そしてムヨンはさよならを言って消えてしまいます。カンムヨン親友に裏切られたというわだかまり、そして自分の愛する人を守ることができなかったという後悔、それを打ち消すように生きてきた20年間。自分の行動を肯定するために誰よりも冷徹にルールを守り、氷のように冷たくなっていたジョンハクの心が溶けていく。そして寒中就航記念の会場に移ります。チャイナドレスを着た女性に声をかけられるジョンハク。それはあの彼女だった。彼女はあの人はとジョンハクに聞く。そしてムヨンからの手紙を見せるジョンハク。泣き崩れる彼女。でもね、そこには笑顔で2人を見つけるムヨンがいるんですね。そして肌と筋の最後の演奏が始まります。こんな感じのねミュージカル、決してねこうハッピーエンドではないんですけど、氷のように冷たくて固まっていたジョンハクの心がねこう少しずつ溶けて解放されていくっていうね最後になっています。これ私の感想なんですけどきっとねこれをねミュージカルで見ることができるとね感動するのではないでしょうか。今から楽しみです。アンナラスマナラもそうだったんですけど、ミュージカルはやっぱり音楽ですよね。もう近々ねまたあの日々の OST についても深掘りしていきたいと思っていますのでお楽しみに。それでは今日のコメント紹介します。ファンが選んだチチャンフの髪型にいただいたコメントです。ハッシー教授です。特定映像、大注目しました。さすがチャンクウォッチャーのピロリンさん、お顔を見ながら日々妄想にふけってばかりででも私もです。チには全く気づかなかったです。あ、そうなんですね。私以前からねちょっとずつあれこれチャンクってチってよう言うてるなって思ってたんですよ。気にしだすと気になる。でもいわゆる相手を揶揄する、あるいは機嫌の悪い時にする舌打ちには聞こえない。そうですね。争い事が大嫌いな彼なので、そうであればすぐに直すと思うんですよね。そうですね。他の映像を見てたらプサンのベッドで横になっている時、チ発見でもスラッガーの打ち合わせの時はありませんでしたね。癖だとすれば無意識なのかも。歌う時に手を握る時のようにこんな感じだねあるいは音が響く部屋やチャン君に近いところにあるマイクだとこの愛らしい音を拾うのかもしれませんもっともっと研究したくなるしてくださいもう教授なんでね、教授なんでも研究してくれると思います。もう私がこうやって投げると全部研究してくれると思うんでこの音が下品に聞こえたり芸能人とやめた方がいい癖ならきっとグロリアスの、社長やチグさんからも指摘されると思うので、これは強制しなくていいと判断されたのかもしれません。そうですね。日本語だと指摘されそうですが、チッとかチャッとかの音が多い韓国語ではこれは OK なのかもね。こうして考えるとチチって続くここですかから聞こえるから見える韓国文化ってカテゴリーはあるのかなと面白く感じます。つくづくちゃんくんは私にとって韓国の窓。そうですねとてもリラックスしている時、つまり友人や家族といる時に無意識に出る癖なのかな。これ美味しいね、あんして愛してるよ、好きだよ、キスしていい、バックハグしてからの君の中に入りたいで布団の中で戯れたい。
なんとどんどん発展するハッシー教授、さすがです。もうハッシー教授いつも楽しいコメントありがとうございます。最後に特定映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリーズメロディンでした。アンニョン。 그날들에서 지창욱입니다. 초연 때 공연을 너무나도 즐겁게 하기도 했고요. 어떤 분이 봐도 정말 남녀노소 가리지 않고 그런 공연이 아닐까 싶네요. 그날들은요, 정말 웃음과 감동이 모두 있는 그런 공연입니다. 많이 보러 와주세요. 감사합니다.